はいこんにちは MD ジャックです。はいです。耳の妖精ミミです。はい、今回は 7Hz サルノーツ0のアップデートモデル 7Hz バイクリナクル02です。ミミエちゃん、クリナップさんじゃないからね。うわー、先回りされた。わかった、クリナクルさんね。またコラボモデルか。忙しそうだね、クリナクルさん。ゼロは人気モデルだから、そのアップデートモデルってことで結構プレッシャーとかかかったりするのかな。そうだね。今までのゼロのイメージを継承しつつってことになると、制約がある分、チューニングは難しいんじゃないかなって思うわ。そっか、みんな期待しちゃうもんね。さて、どんな感じに仕上がったのかな。まずパッケージ内容はご覧の通りで必要最低限って感じ。イヤーチップが派手なのはゼロの時と同じね。価格が4000円切るぐらいで販売スタートのようね。ゼロよりちょっと高めになるかな。Amazon はゼロと02が同じページにあるから注意してね。重さは02が少し軽量化され、片側実測 4g です。直線を使用したデザインでちょっと角張っていますが、装着感に影響はありません。サイズについてはご覧の通りです。写真は上が0、下が02です。若干の誤差はあるかもしれませんが、サイズは両方同じです。カラーは3色の設定なのね。ゼロってもっと多くなかったっけ。6色ぐらいあったかな。02もいずれ増えるかもね。軽くて普段使いに最適。バック通さなくてもスマホで簡単に駆動しますよってアピールしてるわね。ダイナミックドライバーなら大抵のモデルは鳴らしやすくなってるけどね。ドライバーは 10mm ダイナミックタイプ1機搭載。これは0と同じだけど、02には新開発のドライバーが搭載されてる。振動板の動きを高速化、それと低域を強化ってことだわ。まあ、このあたりもアップデートしてきたのは当然といえば当然だよね。じゃあ、ここからは波形を見ながら進めるよ。バンドルイヤーチップは似てるけど内径がちょっと違う2種類に分けられると思う。で、それぞれ測定してみるとこうなった。ピンクの内径サイズがちょっと広めの方が広域が絞られず出ているみたいだね。いつも測定しているマイイヤーチップだとこんな感じ。10キロ以上で結構変化がある。バンドルイヤーチップは傘の部分が柔らかすぎて自分には合わなかったので、いくつか聞き比べてみた結果、フォト収録と今回の視聴は単時ジム TAP ビートレベルですることにした。次は他モデルとの比較ね。ゼロを含む5つのダイナミックドライバーモデルだよ。今回選んだ比較モデルは過去にこのチャンネルでレビュー済みなもので、ゼロ以外は今年発売のモデルね。02とブロン Z300 が結構似てない？これは似てたね。実機でも波形の通り Z300 の方が広域は抜けてくる。その代わり中広域がちょっと控えめだね。だから Z300 は02系統に分類ね。トリポインピッコロとシムゴット EW100P はざっくりだけど0系に分類できる。低域の雰囲気は0と同系だし、中広域はピッコロと EW100P では強調している部分が違うけど、どちらも02より明るく感じる点はやはり0系だと思える。 TRN コンクはどちらにも似ていないようですね。そう、最近聞いた中でかなり良かったコンクは開封時に装着されてるチューニングフィルターブラックだとこの中ではどこにも属さない音。でもこれをレッドに交換するとこうなるんだよ。あ、02に似てますね。そうだね。02より広域寄りのバランスで聞き心地はかなり良かったね。価格はセールが終わっちゃったんで5000円台中盤ぐらいのようだから02よりちょっと上の価格帯になるけどね。0か02系かの分類はあくまでこの中の比較で整理するためという認識でいいんですかね。そうなるね。このダイナミックドライバーモデルの聞き比べはどれ聞いてもそれぞれの良さがあってすごく楽しかったよ。エンドレスになりそうですね。そう、ちょっと寝不足なんだ。サウンドチェックは0は決まりでしょうけど、あと1モデルはどうします？ここはやっぱり TRN コンクだろうね。02、0、コンク、フィルターブラックで聞いてみるよ。音質調整の基準は02にしているよ。はい、了解です。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。
質調整の基準にしたんだけど、ゼロとコンプの聞こえ方どうだった？低域はどちらも02より軽く、高域が強めたと思いました。そうだね。まあ波形通りなんだけど、02はさっきのドライバーのところにも書いてあった通り低域を強めにしてるよね。無論 Z300 よりも強かった。それでいて0に比べて中高域から高域にかけては少し抑えてる。なので当然0より重心は低くどっしりした感がある。0が発売された約1年半ぐらい前は3000円ぐらいの価格帯で0のようなチューニングモデルって結構新鮮で、低域を強調せず非常にバランスの取れたモデルとして評価され人気になったよね。そうでしたね。ゼロの影響かどうかはわからないけど、他メーカーも低域を強調する傾向からバランス重視にシフトするモデルを増やす傾向だったように思う。KZ はダイナミックドライバーモデルに限らず今年はバランス重視のモデルが多かったかな。 KZ らしからぬっていうチューニング多かったもんね。KZ にそんなこと求めてないなんていう意見もあった。そうだね。ゼロは確かにバランスいいし、たくさんの人に評価されたモデルだけど、バランス重視上少し軽いサウンドだとも言える。それとこの1年半ぐらいで登場したダイナミックドライバーモデルの性能が上がってきたこともあって、ゼロもアップデートの時期だったのかもしれないね。視聴時はリケーブルしてバランス接続で聞いてみたけど、低域を結構出した割に両管だけで他の帯域をマスクする感じではなく、ちょっと別のレイヤーで鳴ってる印象だった。当然迫力は増してる。バスドラベースはどっしり安定。タム系もリアル感増してる。スネアの響き方がゼロより深みが出てる。中域に関してはゼロと同じ。中高域は少し減衰するところがあってもいいと思っていたので、このカーブの感じはいい。ボーカル、メロディーラインが沈む印象もない。低域とのバランスを考慮すると、この辺りをもう少し出してもよかったかな。感触系のサウンドが好きな人にとってはちょっと抜け方が足りないだろうな。ハイハット、シンバル系は少し後方から聞こえる。空間は奥行きを感じるし、高域を抑えている割にサウンドステージも広め。全体的には低域寄りなバランスだけど、少しボリュームを落として聞いても低域の存在が失われないのがいい。高域も実はこのぐらいの方が聞き疲れしにくいし、耳にも優しいといったところです。これはやっぱり買っておこうかな。オレンジもブルーもいいな。無線化して通学時に使うんでしょ。1時間以上聞くんならこのぐらいのバランスいいと思うよ。そうですね。じゃあオレンジ買おうっと。他メーカーのダイナミックドライバーモデルも優秀ですが、02へのアップデートでまた新たな存在感を示してくれることでしょう。ということで 7Hz バイクリナクル02のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。